キニアラーマシュレスということで今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。アチャクイ編成3つ紹介ということでやっていきたいと思います。この3つなんですけど、初心者、中級者、上級者じゃないけど、バランスのいい形っていうところから火力に振り切ったような形、そこまでね、紹介していくので、ぜひね、このアチャクイ編成悩んでる方、参考にしていただければなと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていくんですけど、3つ編成用意してきたうち、最初の2つっていうのはちょっと喋りながら映像とともに流していきたいと思います。そして3つ目はね、実際に遊びながら1試合やっていければと思いますが、まず1つ目、バランス型ということで、はい、見ていきましょう。ラインナップ、今映っている通りです。レオン・メイビスが初期サブキャラになっております。で、パワーの方はブレイジングライトとホグラッシュ。ここですね。はい、入れています。で、ラインナップの方はこんな感じです。動画でね、よく使ってる形ではあるんですけど、メイビスグレッグがコイン稼ぎでいますよ。そしてポコで回復できますよと。そういったところですね。で、レア帯に火力を入れている感じで、あとはウィザードでね、しっかりと X スナイプを連発できるっていうところを想定しています。で、試合終盤っていうのはしっかりと編成強化、マックス、バトルヒーラー、ラフス。そういったところがね、はい、組んであります。なので一番最初に触っていただきたいというか、一番安牌な形なんじゃないかなとは個人的には思っていて、メイビスグレッグが入っていることによって、鶴の仕返しにも対応できるし、畑が渋めのマップ、畑が4マスしかないマップとかありますし、そういったところはしっかりとグレッグと併用してコイン稼ぎをやっていく、そういった形になっております。でマックスが終盤にいるから、コイン稼ぎちょっと渋くないっていうところなんですけど、レオンのスピードブーストと、あとは旅商人のメガポーションですね。ここをうまく使って、序盤から中盤っていうのは足の速さ、足の遅さっていうのをカバーすることができると思います。で、中盤以降しっかりと編成強化、そして倒せそうな敵は倒していくっていうのが大事なんですけど、バトルヒーラーで体力を上げることによって、スパイクとかもね、若干耐えれたりとかもありますし、本当総合的なバランスを考えた編成になっています。逆にノーマルとスーパーレアの火力が低いので、火力が出しにくいっていうところがね、若干の欠点だったりはある。ロアキンに押し込まれたりとかもね、たまにあったりするんだけど、とはいえグレッグ・メイビス、そしてマックスがいる、そこのね、ほんとバランスの良さっていうのは不便なく遊ぶことができるんじゃないかなと思っています。はい、っていうのが、一つ目のアチャクイ編成の紹介でございました。ということで二つ目見ていきましょう。二つ目は若干火力に寄せた形になります。さっきの編成を使い慣れてきた頃合いに、この編成に移っていくと意外と立ち回れるんじゃないかなっていうのがありまして、編成の方を見ていきましょう。まず初期サブキャラはレオンとメイビスで同じです。そしてパワーの方はブレイジングレッドとスキャッターレーザー。ここに関してはお好きなパワーでっていうのがいいですね。攻撃ができるパワーがいいかな。なのでメガファイボ、タル爆弾。使いたいんだったらサイクロンレーザーとかそっち系になってくるんですけど、ちゃんと火力が出せるっていうところでね、個人的にはスキャッターレーザーいいなと思ってるので、単攻撃だったり火力が出せるパワーっていうのをしっかりと入れた方がいいと思います。で、ラインナップの方を見ていきましょう。こんな感じになっています。ほぼ変わってねえじゃねえかって思うんだけど、スーパーレアですね。エリータ1とテイルス。ここを入れることによって火力が一気に上がります。これね、マジでやってみたらわかる。めちゃめちゃ火力高いっていうのがあるので、基本はメイビスとグレッグでコイン稼ぎやっていくんだけど、終盤エリータとテイルスがいることによってめちゃめちゃ火力上がるよねっていうパワーになります。欠点としてはやっぱりこのバトルヒーラー、マックス、どっちもいないので足が遅くて、で、スパイクに追いつかれて全滅とかね、あったりするんだけど、基本的には火力に押し切るよっていう、アチャクイのいいところだよね。エリータ1と相性いいですし、そういったところを引き出していく形になっています。で、もう少し攻撃に尖らせたいのであれば、このグレッグのところをコルトに変えてあげる。これをすることによってマジで火力高くなるので、これもね、ぜひおすすめの形ではあります。で、その分コインの稼ぎやすさっていうのが変わってくるので、そういった方はね、ここにコインストックなんかを入れてあげると、結構立ち回れるのかなと。メイビス一人とコインストックさえあれば、これで回していける。試合の最後はエリータ1とラフス大佐がいるので、結構ね、編成強化にもつまずきにくい。このコインストックに変えても大丈夫だよという感じです。慣れてる人はね、スニークストライクでも OK です。ここをスニークストライクに変えてあげても全然コインは回るっていうのがあるので、皆さんのお好きな形でっていうところですね。はい。ここをコイン稼ぎ系にすれば、コルトを埋め込むこともできますし、ちょっと前にね、動画で紹介したんですけど、エルプリモ。
これを入れることでね、もうガンガンにもう防御力上がるんで、はい、敵の X スナイプ吸収マシーンが完成するんで、ヘルプリモを入れていくっていうのも非常にいいと思います。なのでここは何でもいいですね。はい、好きな人はシェリーを入れてもいいと思いますし、ここにヘビーをね、入れてしっかりとホットシューターを補っていく、そういった形も全然いいと思います。ということで、二つ目っていうのがね、最初の編成の延長線上から来ているっていうところがあるので、最初の編成ではね、メイビスグレッグでコイン稼いで序盤から形作っていく、そういった立ち回りが慣れてきたなっていう方は、ぜひこちらの編成、ちょっと火力に寄せた形っていうのもね、今のアチャクイ環境、めちゃめちゃ強いなっていうのはありますので、足の速さをちょっと落としてでも、非常にね、立ち回りやすい形となっていると思います。ということで、最後に紹介するアチャクイ編成はこちらでございます。超攻撃特化編成ということでやっていきたいと思います。初期サブキャラ見ての通り、レオンとウィザードを入れています。そしてブレイジングライトとコインストック。さすがにコイン稼ぎが渋いっていうところあるので、コインストックを入れていますが、慣れてきたらね、マジでここメガファイボとか、攻撃系ですよね。ホグラッシュとかでもいいし、ほんと攻撃に寄せることもできるので、ちょっとね、使ってみてのお好みっていうところあるんですけど、一応ね、コインストックでいいと思います。ということで、ラインナップの方を見ていきましょう。こんな感じになっています。メイビスが後ろに来て、ポコ旅商人、フランケンダイナマイク、この辺は変わんないですね。エリータティレスとかも火力役っていうところなんですけど、アーチャーが入っているという形になります。ウィザードを先頭にというか、初期サブキャラに入れることによって、空いた一枠にアーチャーを入れている、そんな感じになっています。で、この編成の難しいところっていうのはやっぱね、コイン稼ぎというか、メイビスをなるべく早く取りたいっていうところですね。ポコとか旅商人とかよりも先にメイビスを取ってしまいたい。じゃないと、コイン稼ぎでつまずきやすい。ここがね、一つポイントかなと思います。ウィザードを先頭に持ってきた分ね、その一枠っていうのをアーチャーに与えることができるんですけど、メイビスを早く取ってあげないとコイン稼ぎができないので、そのままズルズル試合の中盤終盤過ごしてしまって、結局編成強化できずに終わってしまうっていうこともね、若干あります。最初に使ってね、慣れる必要はあるんですけど、それさえできれば、メイビスを早めに取るっていう意識さえあれば、事故もね、減って、それなりに戦いやすいのかなとは思います。で、一つカスタマイズするとしたら、このポコの部分ですね、ここをヘビーに変えて、アーチャーのところを衛星編にする。これでもね、一応遊べた感じあるなっていうのがあるので、好きな方はヘビーを入れてあげてもいいと思います。なんだけど、個人的にはもう火力に特化したいんで、ヘビーの火力っていうのと、あとアーチャーの攻撃力。ここを比べた時にアーチャーの方が個人的にはいいなっていうのがあったので、アーチャー入れています。結構ね、アーチャーも火力高いっちゃ高いし、ヘビーと比べたらっていうところですね。体力バフなくても、もう先に消しちゃえば何も問題ないっていうところあるので、そういったところで個人的にはアーチャー型を使っています。はい、ということで、この編成で1試合やっていきましょう。さあ、1試合目やっていきましょう。メガボス一騎打ちが来ました。できればメガボス倒していきたいですね。はい、やっていきましょう。で、この編成っていうのは、メイビスがね、最初に来ない可能性があるので、なるべく早く、もうメイビス来たらもう取っちゃっていいと思います。もうそれくらいね、メイビスには取ってあげたいんで、ただちょっと今回メガボスなんでね、よいしょ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 。これはね、しっかりと、X スナイプで、いや、下にもいるな、下にもいるな。気をつけていきましょう。ここでウィザード取って、ちょっとプレイヤーがいるんで、右側移動しましょうか。メガボスはそんな早く倒せないと思うんで、はい、落ち着いていきましょう。これ入れ替えて、いや、こういう時渋いんだよね。こういう時ね、メイビス来なかったじゃないですか。これがね、ちょっと渋いんで、はい、ここが、この編成の渋いところ。で、今回はさ、メガボスとか、デザートワールドだから、ギリいけそうっていう感じあるんだけど、これがね、もっと渋い、アイスワールドのとか、アイスワールドのモンスターペットとか、ああいうのだったらね、マジでコイン稼ぎ渋るんで、気をつけましょう。そこがあるんで、ちょっと、ね、コインにつまずく要素なのかなと。で、こういう時にやっぱ、コインストックがなかったりすると、マジで積むね。ここを攻撃系のパワーにしてると結構積んだりするんで、はい、これゾンビ怪獣、痛い、ソニックね、ソニックね。ソニック何ソニック、気をつけていきましょうか。で、ゾンビ怪獣ちょっと倒されたのが渋いけど、いいでしょう。X スナイプさえあれば、ボットちゃんも倒せるけど、ちょっと、手こずらないで、手こずらないで、オッケー。落ち着いて、ゾンビ怪獣欲しいけどさ、このまま突ってもそんな勝てる気しないんで、落ち着いていきましょうか。で、アチャクイ編成ね。アチャクイ編成で、それで、ボットに対してパワーを使った時が攻め頃。だから、ポーション取って、いきまーす。おいかいこれで、切る。はい、これができるんだよね。初手にさ、ウィズとレオンちゃんと積んでて、で、圧倒的にさ、敵がゾンビ怪獣手出した後で、ボットにも手出そうとしてたんで、もう絶対あそこはね、油断っていうかね、パワーを使い切った可能性が高いし、こっちもポーション持って攻めれたんでね、非常に良かったと思います。
さあ、こんな感じで OK。いいよ。今んとこ、いいペースだよ。で、まあ、良くも悪くも畑に対してそんなに無頓着でいいと思います。良くも悪くもね。メイビスは早く作るんだけど、畑に関してはね、マジで無頓着で、真ん中で立ち回ればいいと思いますね。で、アーチャー取って、こういう畑は取ったりする。こういうちょっと落ち着くタイミングで畑は取ったりするけど、基本真ん中でガンガンもうアチャクイの火力っていうものをね、思い知らせるような立ち回りでいいと思います。さあ、ここも、ポーション取ってね、しっかり進めていきたいね。で、ブレイジングライトで回復しながら、ゾンビ怪獣も倒していきましょう。X スナイプがあれば簡単に倒せる。はい、ドスン来ますが、人が来ないので、もうガンガン、このままリード広げて勝っちゃいましょうか。OK、テイルス取って、さあ、いった、なに、ソニック、ソニック痛い。ソニックにちょっとやられてますが、まあ、ソニックもスーパーソニック使ってる時だけなんでね、強いのは。あそこだけしのげば、痛い。ちょっとその攻撃の仕方何その攻撃の仕方。結構しんどいですね。まあいいや、ここゾンビ怪獣取って、さあここは、鍵1本取られた。ソニックちょっとちょろちょろしてるんで、ちょっとね、攻撃していきたいですね。またちょっと、ラフス大佐と、こっからね、ラフス大佐と、なんだっけ、さあ、これは勢い、ちょっと待って、宝箱開いて選択してる途中にね、ソニック逃げちゃいましたね。はい。ちょっと実況が追いつかないな、これ。これラフス取って、テイルス強化。まあ、でもね、ソニックにちょっとつつかれた。ソニックにつつかれたけど、僕の寛大な心で許してやるよ。まあ、このまま逃げ切って勝ちでしょ。あとは、ソニックとソニックが喧嘩しないかだけ見てあげて。これも、OK。さあ、透明になっても攻撃ができない。はい。透明になって逃げるだけですから。よし。さあ、これコインストックで、OK。まあ、ゾンビ怪獣とかでね、倒したから、鍵でね、コインちょっと回ったところがあるんで、ゲームモードをしっかり見て、まあ、釣り試合とかだとね、ほんと、しっかりと取って、鍵で、コインを回していくっていうのが大事だと思います。で、まあ、一応コインストックあるので、それ以外のところは補いながら、まあ、メイビスも使いながらってところでね、回っているっていうのは確認できたと思います。はい、ということで今回は、アチャクイ編成3つ紹介という形でやっていきました。まあ、試合の方はね、最後ソニックにちょっとつつかれたっていうところがあったんですけど、変にね、崩されない限りは、基本はソールドアウト目指してやっていけると思います。まあ、モンスターペットとか、ターボオーバーロードとか、そういった時にはね、ソールドアウトギリギリ行くか行かないかっていうところなんですけど、まあ、ラフス大佐がいるので、まあ、エリート1も併用してあげると結構ね、8割9割しっかりと編成に組み込むことができて、で、火力に振り切っているから結構押し切れる場面も多いしっていうところで、はい、非常に、まあ、個人的には結構ね、このアーチャーを入れることによって、リザードとレオンを前に持ってくることによって、まあ、攻めっ気のあるね、ちょっとしたチャンスも逃さないっていうところ、ちょっと攻めれそうだっていうところを突撃していくことで、キルを取っていく。まあ、これがやっぱ着衣には今できるのでね、そこをまあ磨いていくっていうのも非常にいいかなと思います。ということで、まあでもね、今回はちょっと編成紹介だったので、またね、真白なりのアチャクイの立ち回りとかなんかそういったところもね、ちょっと紹介できればなと思いますが、はい、今回は一旦アチャクイ編成というところで紹介していきました。皆さんのおすすめアチャクイ編成、おすすめサブキャラ、おすすめパワーとかありましたら、ぜひ教えてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。